こんにちは。僕は半熟卵の半熟くん。将来世の中の役に立つ卵になりたいと思ってるんだ。そしたら母さんが教えてくれたんだ。世のため、人のために働いた人の伝記を読むといいわよって。それで今日はこの本を読んでいたんだ。渋沢栄一。あ、たまじ。半熟くん、頑張ってるね。たまじ、こんにちは。半熟くん、クイズを出すぞ。この本の主人公渋沢栄一は今から何年前くらいに生まれた人かわかるかい？70年、80年くらいかな。残念。渋沢栄一が生まれたのは今から180年前、日本にまだ侍がいた頃なんじゃ。そんなに昔の人なんだ。ああ、けれど今でもたくさんの人たちが渋沢栄一の生き方や考え方を尊敬し、真似をしたいと考えておるんじゃぞ。へえ、すごい人なんだね。どんな人生を送った人なのか会いに行ってみるかい？行く行く。わあ、君も一緒に渋沢栄一に会いに行こうよ。さあ、僕に捕まって。準備はいいかな？半熟熟熟夢たまご。やった！ここが栄一の生まれた家じゃ。わあ、大きい家だね。詩曰く高原冷食少なし人。これが6歳の時の栄一じゃ。ずいぶん難しい本を読んでるんだね。学問を大切にした栄一のお父さんは小さい頃からいろんな本を与えたんだ。今読んでいるのは「論語」という本じゃよ。栄一、ちょっと来なさい。はーい。やった。漢字ばっかりで全然読めないや。一体何が書いてある本なの？論語にはどうしたら立派な人間になれるかが書かれておる。2500年前に中国で生まれた本なんじゃ。栄一は論語に書かれた教えを生涯大切にし、人生のいろんな場面で役立てたんじゃ。ご苦労様。あと一息頑張っておくれ。はい、旦那様。いやー、ご苦労様。いい天気ですね。今年もいい麦が収穫できそうだ。これも働いてくれるみんなのおかげなんだ。いいかい？忘れてはいけないよ。はい。また栄一のお母さんは困った人がいたら放っておけないような優しい人じゃった。そんな両親のもと、栄一はしっかり者で心優しい少年に育った。ある冬の日、おばさんの家に泊まった時には、犬なんか布団に入れちゃダメじゃないか。この犬はいつも私と同じものを食べて育つ兄弟のようなもの。寒いから布団に入れて何が悪いのですか？お父さんの代わりにお使いに行った時には、お前みたいな子供に分かりっこないさ。選んでやるから黙ってそれを買いな。おじさん、この葉は肥料が足りないね。それにこっちは乾燥してない。手抜きだよ。ひゃー、おみそれしました。商売人としての実力も才能も磨かれていったんじゃ。また武芸の稽古にも励み、やー！えい！正義感の強さも育っていった。栄一が16歳の時、代官に呼び出され、父親の代わりに出かけていったことがあった。この度、我が藩の姫様が嫁入りされることになった。ついては500両ずつ出すように。いいな、ありがたく思えよ。ははー、かしこまりました。500両というのは今のお金にすると何千万円という大金のことなんじゃ。そんなに？人からお金をもらうのになんて偉そうな態度なんだ。冗談じゃないぞ。おい、お前はどうなんだ？私は父の代わりに参りましたので、父に聞かなければ返事ができません。なんだと？
身分が低いくせに生意気な。お前たちは黙って金を持ってくればいいんだ。ひどい。栄一が怒るのも当たり前だよ。この頃は侍が偉くて、そうでない者は下に見られていたんじゃ。侍というだけであんなに威張るなんて絶対に許せない。力がある者こそ人に優しくするべきなのに。そして18歳になった栄一は世の中を変えていこうという仲間たちと出会った。今の世の中は間違っている。このままでは日本がダメになるぞ。我々の力で腐りきった幕府を倒すんだ。おー！けれどいろいろあって栄一は夢破れ、これまたいろいろあって将軍徳川家に縁のある一橋家で働くことになり、それはこっちに。はいはいはい。これはあっちに。かしこまり。それはこっちこっち。ああ、忙しい忙しい。頭がよく働き者の栄一はたくさんの手柄を立て大いに信用された。そしてついには将軍徳川慶喜の弟秋田家のフランス留学のお供に選ばれた。栄一27歳のことじゃ。フランスとは一体どんな国なんだろう。ああ、考えただけでワクワクする。栄一は中国、ベトナム、シンガポール、エジプトなどを経由して2ヶ月かけてパリに到着したんじゃ。侍姿の栄一たちはパリっ子たちを驚かせ大いに話題になった。ジャポネトレビアン。侍ブラボー。日本と何もかも違う。栄一たちはフランスだけでなくスイス、オランダ、ベルギーなどヨーロッパの国々へ行きいろんなことを見聞きした。特に栄一が感心したのは毎晩のように開かれる夜会じゃった。ここでは誰とでも自由に話ができる。だから争いが起きても話し合いで解決できる。日本人も遠慮しないでもっともっと話すべきなんだ。よし、私も話すぞ。ボンソワール。コマタレブメルシーボク。まったく渋沢のやつ浮かれやがって。刀も刺さないとはどういうつもりだ。西洋かぶれは日本人の恥だ。悪く言われることもあったが栄一はヨーロッパの素晴らしいところを日本に持ち帰るという強い決意があったので決してひるむことはなかった。栄一やる。早い。日本にも鉄道が欲しい。向こうが透けて見える。これがガラスか。すごいな。日々の出来事、政治や文化のことなど一枚の紙に全部載っている。これが新聞というものか。日本の人にも読ませてあげたい。日本にもこんな立派な工場を建てたいな。考えただけでワクワクする。毎日が驚きの連続だ。それにしてもこんなに立派な会社がたくさんあるなんて金持ちが多いんだな。なん会社を支えているのは金持ちだけではありません。庶民がお金を出しているからこれだけたくさんの事業ができるのです。どちら様でしょう。私は銀行を経営しているものです。どうも、はじめまして。先ほど庶民がお金を出すからたくさんの事業ができると言われましたが、一体どういうことでしょう。フランスでは株式組織という素晴らしい仕組みがあります。株式会社って聞いたことあるな。株式組織の一つに株式会社があるんじゃ。例えば会社を作りたいけれどお金がない人はいろんな人にお金を出してもらって会社を作ります。その中には庶民がいるのです。金持ちでもない庶民が何の得があってお金を出すのですか。会社が儲かったらお金を出した人も儲けを分けてもらえるからです。だからお金を出した人は会社の経営についても意見が言えるのです。庶民でも意見が。お金を出しているのですから会社が儲かるように意見するのは当然です。
鉄道、新聞、製鉄、いろんな事業が盛んになれば誰もが豊かな生活を送れます。一部の人ではなくみんなが幸せになれば国は強くなるのです。すごいな。フランスは身分に関係なく意見を言えるし、誰もが豊かになるチャンスがある。金持ちだけが豊かで貧しい者はいつまでも這い上がれない日本とは大違いだ。フランスと同じことが日本でもできれば、みんなが豊かになり国も豊かになる。これこそが私が求めていたものだ。渋沢、大変だ。幕府が倒された。パリから帰ってくると、日本は江戸時代から明治時代に変わっていた。260年続いた徳川幕府が倒されたんじゃ。お世話になった徳川家が亡くなってしまった。なんて寂しいんだろう。けれど私にはやることがある。上を向いていこう。栄一が初めに手がけたのは、静岡県に商法会所を作ることじゃった。商法会所は銀行と商業を混ぜ合わせたようなもので、ヨーロッパで学んだことが基礎になっていた。一部の金持ちではなく、庶民からお金を集めてそれを使い会社を大きくした。そしてお金を出してくれた人たちにその儲けを分け与えたんじゃ。よし、東京、大阪、横浜にも進出ができた。これから全国に広げていくぞ。社長、こちらが届きました。何なんだって。栄一は突然、今でいう大臣の役目を命じられた。本当は大臣なんてやりたくないけど、やるとなったらとことんやるぞ。よし、ヨーロッパに追いつけ追い越せだ。栄一は本当に働き者だよね。栄一はいつも思っていた。人が尊敬されるのは身分や階級のせいではなく、人間としての力なんだと。だから仕事を人任せにはせず、自分が先頭に立って働いたんじゃ。かっこいいな。重さや長さの統一、税金の改正、郵便の改正、お金の見直し、片っ端からやるぞ。忙しく働く中で栄一が特に心を砕いたのは、上下の隔たりをなくすことじゃった。上下の隔たり？さあ、それぞれの意見を正直な思いを聞かせてほしい。もし身分の違いなどを気にかけて意見が言えないのなら、今すぐ改めてほしい。これからの時代は誰もが平等に意見を言えることが大事なんだ。それが国を強くする何よりの力になるんだ。ではよろしいでしょうか。どんどん発言してくれ。まず郵便制度を整えるのが先決です。通信の速度と正確さこそ国の最優先課題です。待った。日本は海に囲まれています。まず船です。船の力こそ国の力。いやいや、海路に限らず全ての交通網を整備するべきです。それは優先課題で海路だけではダメです。そして栄一は33歳で役人を辞め、念願だった銀行を作ったんじゃ。邪魔をされたり足を引っ張られたりもしたけれど、栄一は決してひるまず自分の信じた道を歩み続けたんじゃ。その結果、栄一は生涯でおよそ500もの会社を作るのに関わってきた。そんなに働いたのなら栄一は億万長者になったね。いや、栄一は自分だけが儲けようなどと考えたことは一度もなかったんじゃ。渋沢さん、私とあなたが手を組めば日本を動かすほどの金をがっぽり儲けられる。どうです？一緒にやりませんか？いえいえ、私はみんなでお金儲けがしたいんです。損をしたらみんなで我慢し、儲けが出たらみんなで分け合う。仕事を頑張った人がちゃんと報われてお金をもらえる社会を作りたいんです。そんなきれい事、国を動かすのは我々のように選ばれた人間なんだ。庶民なんか豊かになる必要はない。あなたは間違っている。庶民が豊かになることが国を強くするんです。それが私の考え方であり、信念なんだ。
こうした考えを持つ栄一だからこそ、一つの会社だけが事業を独占するのではなく、いろんな会社が真面目に競い合いながら儲けていく、そういう仕組みを作るために頑張ったんじゃ。みんなが頑張ろうって気持ちになれるようにしたんだね。その通りじゃ。そして栄一は学校や病院といったみんなのためになる団体や組織も600くらい作っていて、ノーベル平和賞の候補にも2回なっておるんじゃ。まさに世のため人のためだね。いやー、ご苦労様です。渋沢様のおかげで私たちの暮らしはとても豊かになりました。あっしらみたいなもんでも幸せをつかめるなんて本当にありがてえことです。いやいや、働いてくれるみんなのおかげだよ。これも働いてくれるみんなのおかげなんだ。いいかい、忘れてはいけないよ。私の人生は本当に目まぐるしかった。けれどとても幸せな人生だった。なぜなら自分の信じる道を進んできたからだ。人のために尽くす。人のためになることは自分のためになることだ。それはまた国のためになる。よっと。どうだったかな、栄一の人生は。今の日本に銀行や鉄道、学校やたくさんの会社があって、僕たちが豊かに暮らしていけるのは栄一がいたからかもしれないね。ああ、そうかもしれんの。だからこそ2024年から使われる1万円札の顔には渋沢栄一が選ばれたんじゃ。すごい。僕も栄一みたいに世のため人のために尽くせる卵になりたいな。あ、世の中の役に立つパワーが溜まってきた。一回り大きくなったみたい。わしもちょっとひげが伸びたようじゃ。嬉しいのう。お日様を追いかけて、ただまっすぐに追いかけて、ずっとずっと走ってゆこう。波立つ三宅し山をいくつも越えて、光に向かってまっすぐ走ればいつかきっと追いつけるだろう。お日様を追いかけて、ただひたすら追いかけて、ずっとずっと走ってきたよ。振り返らずに知らない道をいくつも過ぎて、丸い地球をまっすぐ進めばまたきっと帰ってこられるだろう。お日様を追いかけて、ずっとずっと走ってゆこう。ずっとずっと走ってゆこう。それじゃあまたね。バイバイ。